全体のその鳥居沿いの形状とか八角ハンドルとか、このショットぐらいベストぐらいかっこいい。本当上手ですよね。褒めるとこしかない。こんにちは、丸山です。今回は関孫六マスターラインの要な包丁ですね、こちらの商品の開発秘話について語っていきたいなということで、デザイン部の大塚さんと開発の百瀬と私の方で当時密にやり取りをしながらこの要が生まれたんで、要が生まれたスタートのところからいろんな話をしていけたらなと思うんで、よろしくお願いします。一番その要の本当のスタートのところでいうと 4,5 年ぐらい前なのかな、ですよね。当時多分言ってたのが孫六で一番切れ味いいのを作ろうよっていうところが多分結構原点で、当時で15000ST とか10000CL とかが、同じ鋼材で孫六の中では最高級だったんだけど、それを超えようっていうのがなんか最初の課題というか目標というか、関孫六で最高峰の切れ味をって丸山さんからお題出た時に、最高峰ってなんだみたいな悩んだ記憶があります。最初に関孫六らしさって何みたいな、でその日本刀とか、刀鍛冶の名前を冠してるんで、それをこう体現する形とかを、考えるっていうのが一番こう大変だと。デザイン的にはすごく大変だとか、やっぱ改めて見ても結構かっこいいよね。めっちゃかっこいいですよ、これでも製造するのはちょっとそれはそれで大変で、大塚さんからイラスト来た時に最初まずここの鳥居沿いが一つの円弧、基本的には単一の円弧であるとか重要っていうのと、あと模様がこうランダム3本杉みたいなランダムであることも重要だし、ハンドルの八角形なんですけど、ハンドルがこの稜線って呼んでる角ですね、ここがパキッと出ないとデザインのかっこよさ出ないんですけど、何よりもその最後のこのパキッと出すのが結構大変で、研磨しすぎちゃったとかするとここの稜線がこう波打っちゃうだとか、ぼやけちゃうだとかで、そうすると一気にかっこ悪くなるので、現場もだいぶスキルが上がってデザインをそのまま具現化できてるっていうのもあると思います。形ってよりはストーリーとか背景とか、刀鍛冶とか、そういったこうルーツを、やっぱ持ってた方がいいでしょうっていうのは最初にあったんですね。ハンドルがあって、で口金があって、でブレードがあって、であと尻金とか、いろんなこう部品で別に構成されてるじゃないですか、だからその部品別にストーリーとかコンセプトを考えてたんですけど、なんかねしっくりこなかったずっと。めっちゃ悩んでたんです。半年ぐらい、全然まとまらなくて、もう本当なんか僕も精神的に疲れてたんですけど、ちょっと伊勢神宮行こうみたいになったんですよ、ふと思ったの。そうで行ったら、境内ってやっぱこう神聖なこう雰囲気がすごい漂って、たまたまそのこう鳥居見たらなんか反ってたんですよね。で刀が反ってるってイメージはもともとあって、なんかそれとこう自然にリンクしたし、なんかちょっとほたらかししに行ったみたいなところがあって、その日本のその、神聖さとか正常さとか、緊張感みたいなものが、この形一つに全部集約されてるみたいなのがすごく重要なことなんですよ。あとなんか和服着た人のこう背筋がピンって伸びてる感じにもこうつながるかなとか、いろいろ勝手に思ってたんですよ。そんな視点で見てなかったでしょ。でもそういう抽象度があるってことが一言でほぼ言えてる。でかつ他のいろんな包丁と並べてるの逆反りなんで、全然違って見えるとか、そういう強い形が作れたなというのが一つ。その日本刀ルーツなんで、一番分かりやすいのがこの刃文の部分で、これはもう関孫六をオマージュしてて、やっぱりその名刀だって言われてるのが、1代目とか2代目とかの刀匠が作ったものが名刀だって言われてるらしいんですね。でその刀匠が作った刃文って3本杉っていうとこ3、3、3みたいな、こういうリズムでできるこう刃文が結構一般的に知られてることだと思うんですけど、あえて今回はあんまりその3本杉のアイコンを出さずにランダムにしてるっていうのは逆に今回こだわったところで、このランダムさを量産するっていうのが関孫六というか貝印らしいかな。その模様について言うと、このランダムさは意図的なランダムさで、実は波の高さがここは高くてここは低いみたいなのは意図的なんですよね。計算されてますね。めっちゃ細かい話ですけど、模様のところはピカピカ光ってるんですよね。表面っぽくなってるんですけど、革材って呼んでる白っぽいところは
どんぐらい白っぽければいいかみたいなのは探りましたね。これ一番最初の試作はもっと薄く仕上げてて、それ見るとなんかあんまコントラストがないので、いや良くないよなみたいな。で試行錯誤して、ショットブラストの担当者とちょっとこの条件でやってみましょうとかいろいろやって今の見た目に落ち着いてるって感じです。このショットぐらいベストぐらいかっこいい。本当上手ですよね。一番高級感あるんじゃないかっていうぐらい。いやらしくもない。いやらしくない。褒めすぎ？いや、褒めるとこしかない。人差し指かけるその首のちょっとくびれてるところは、関マグロクダマスカスの包丁実はちょこっとくびれてるじゃないですか。あれを初めて見た時にこれめちゃくちゃ機能的だなと思ったんですよ。でももっとやればいい、もっと買って売ればいいと思って機能的に持ちやすくて、でかつフラッグシップとしてのアイコンの一要素になってるっていうのはやりたかったんですよ。これがね製造に悪影響を及ぼすことはない。製造っていうかやっぱお客さんのその使ってる時に曲がっちゃうとかが一番ですね。こっちってニンニク潰す時とかってこういくんですけど、そこでやっぱ一番弱いのがここになるので、極端な話こう曲げたら曲がってくる。必要最低限の強度はなきゃいけないんですけど、結局断面積も結構重要になってくる。で今回切れ味重視するって話だったので、ちょっと使用に耐えうらない強度になりかねなかったので、なかなか難しいところでした。ここはこの板厚でできるのかとか、その辺はありましたね。結局薄くしすぎると欠けるとかあるので、強度がね。そうなんですよね。そこの本当ギリギリだと思います。あとめっちゃ細かい話でいくと、この関マゴロクのロゴの黒っぽさ、これも調整しました。最初はちょっとテカってて、そうするとなんか下品じゃないみたいな意見があり、基本的には白っぽくなってる旗体のマット感というかサイドと合うようなぐらいの黒さになるように調整したりしましたね。いや細かいけどそこもあるよね、やっぱり。めっちゃ真っ黒とこれって結構違う。そうなんですよね。あとはここの最初に言ってた両線のパキッと感も逆にパキッパキ出すぎると握ってて角張ってて痛いので、ここ若干意図的にだらしてるんですよね。両線も握りやすさも追求してるっていう、デザインと握りやすさみたいな。そうね、角もそうだし、もう断面形状自体が単純なその八角形じゃないですね。四角い形を切るんじゃなくて絶妙な3次元形状に実際はなってる。それも多分製造的には結構なハードルだったと思うんですけど、それもやっぱり握りやすさに寄与してて、ここめっちゃ苦労しました。データ作るの大塚さんの意図を組みつつも加工できなきゃいけないんで、こっちから見るとこういう細丸テーパーがあって、こっちから見ると反ってみたいな、意外と難しい形です。いや難しいよね。あと鋼材は鋼材は1回グレード変えましたよね。鋼材メーカーから新鋼材が発表されて、ただその新鋼材のコンセプトがすごく良くて、コバルトが添加されてないっていう歌い文句なんですけど、それが関マゴロクとは言っても国内だけじゃなくてヨーロッパとかでも売る商品なので、ヨーロッパは規制が厳しい。でコバルトみたいな金属が溶出されるとアウトで、うちとしても結構コバルトのその添加量みたいなのはいつも気にしてるんですけど、それがフリーってなるとすごい使いやすいですよね。やっぱり言った通りグローバルの展開をもっともっとしていくっていう使命がある中でのその新規講座になったんで、発売半年ぐらい遅らせたよね、多分ね。そうですね。よりその法規制的に有利な鋼材を採用することを結局やるんですね。そうですね。安心して使ってもらうっていう意味で、ただコードも耐食性も最初に選んでたやつよりちょっといいっていう性能だったので、これを使わない手はないよねっていう。でやっぱり一番最初に使うなら関マゴロクのマスターラインで使いたいよねっていうので、本当タイミングがめちゃくちゃ良くて、あとは刃の形、やっぱりパッとラインナップ見た時に、やっぱ関マゴロクらしいっていう日本の包丁らしいっていう印象を与えたかったんで、そういう分かりやすいっていう意味でも切り付け形状を最初選んだんですね。アイテムラインナップとかそのグレードとかサイズとか話してる時に、やっぱ俺は言うても3徳とかがないとシリーズとして売れるのかなってちょっと不安があって、やっぱり基本的な形はありつつの切り付けがあるみたいな方がいいんじゃないかなと思っててんけど、議論重ねていくうちに
全体のその鳥居沿いの形状とか八角ハンドルとか輪にこだわってやるってなった時に一回ここは極端に尖らすために形も切り付けだけにするっていう、結論になって、今はほんまにそれで良かったよなってなんか思うし、なんか切り付けの形自体がすごい使いやすいよね。確かに、牛刀とかだともうちょっとここが尖りがないんでもうちょっとこういくんで刃幅がどんどんこう狭くなっていくんですけど、切り付けは割と最後の方まで刃幅があるんで、この150の線でも結構安定感というか、パワーというかあるし、結構一番お気に入りの形と言ってもいいぐらい使いやすいです。機能性がすごい高い。なんかその形的な話をすると、またそのそれの話になっちゃうんですけど、例えばそれをこのラインナップで牛刀とか三徳を加えたとするじゃないですか、そうするとここが、丸くなるんですね、そうするとこの反ってる線が一気に消えちゃうんですよ。そうすると全然らしさがなくなって、なんかここに角って絶対必要なんですよ。そうか、反られへんのか。反られへんですそっか、それは気づかんかった。そう、それでもそう機能的にも、コンセプトストーリー的にも必然的な形っていうか、もうここじゃないとダメってことです。確かに。このマスターラインってターゲット的には、物にこだわる男性っていうのがメインターゲットで作ってきたんだけど、要って結構軽めなんだよね、その結果結構女性に売れてんのよ。このサイズが一番要の中で売れてるんだけど、女性が結構買ってくれてる。このサイズ一番いいっすよね。一番いいの。日本のキッチン、なんか大根もいけちゃうし、ちっちゃい細かい作業もいけちゃうし、ちょうどいいですよね。顎の部分ちょっと斜めですよね。ちょっとここが斜めにってちょっと尖り気味になってるんで、埋め取りみたいな作業とかはしやすくしてますし、シャープな印象っていうのもここにも一つ要因があるっていうか、角度がやっぱ90度よりちょっと鋭角気味に。そうですね、倒れてますね。工場の人との駆け引きですか。駆け引きとか、それ聞きたい。どういうなんていうんだろう、コミュニケーションで、手作業の工程多いんですよ、特にこのハンドルの研磨って職人技で成り立ってて、すごい難しいレベルの形なんですよね、久しぶりに見ましたけどやっぱすごい上手になってて、ここの線がやっぱりスムーズにつながってたりだとか、ここの金属と木絵のとこに段差がないだとか、細かいところなんですけど、そこが最終使ってる時の使用感につながる大事な部分で、完全に職人の技が見えるとこなんですけど、やっぱみんなレベル高いなっていうのは今触ってて感じてます。で、立ち上げ当初は、そもそもどういう順番で研磨していくのかとか、不透明で結構宿泊しました。なかなか段差が消せなくて、この八角形の面積がそれぞれ違うみたいな、なんていうか、あるアイテムはここはすごい広いけど、あるアイテムはここがすごい狭いみたいなのとか結構頻発して、どうしようっていろんな人と相談したりトライして、最後は現場の職人担当者たちのもう熱意とやる気と技術で、初回の時にはこれできるよねっていうぐらいになって、でも今1年半ぐらい経ちますけど、やっぱりどんどん上手くなっていってるっていう、磨かれていってるって感じですね。それな、初めてだって工場の人たちもスキルはあるけど、初めてやるその形とかやり方とか、やっぱり結構大変なことやな。そうですね。その形を安定して作る。最後パッケージ、そうですね、めっちゃいろんな試作して、でもなんか違うねみたいな、取り出し方もなんか縦型レイアウトを考えたんです。こう包丁が入ってて、こうパッケージから取り出すみたいな、いろいろ調べてたら、刀を入れる箱があって、でそれをモチーフにしたんですね、でいろいろこう試行錯誤してて、できるだけこう最小限のサイズにしていったっていうのがこれ、そういう刀とかの保管の時は移動しないから刃を下に向けても大丈夫なんですけど、開発担当からすると輸送時の揺れとかで刃がダメージを受けるのがすごい怖くて、刃を下に向けるってなんかタブーみたいな感じだったんですよ。で、いや大丈夫かなって話して実際輸送テストしてみたら全く問題なくて、刃がさ下につかない感じになってるんじゃないか。で要は箱でハンドルをできるだけガチガチに押さえるようにして、ダメージはないようにしてる。ぱっと見ただの箱ですけど、その辺のすごい工夫がこう開けた時に
もうなんかわーって感じがこうやっぱするじゃないですか。まあなんかプレゼントとかでも開けてこうちょっと感動があると思うし、でこの箱もこう角が、めっちゃ角がビシッて出てるんですよ。まあ、さっきのハンドルのこの角じゃないですけど、こういうのもなんかこう日本っぽくないですか。日本っぽいと思う。こういうこう綺麗な処理された感じが清潔感あるけど。こうスターラインとしてのこう重厚感もあるし、でも店頭で立てて置けるし、こんな感じで、そういうのもあるんで、総合的に機能的にもいいかなと。かっこいい。はい、ということで、僕ら3人がメインで、関わってて、どんな風にこの関孫六要が生まれてきたのかっていうところを話してきました。ちょっと興味持ってもらった方はですね、使っていただいて僕らの思いを体感していただければと思うんで、このチャンネルが面白かったと思いましたらチャンネル登録、いいね、コメントなどお待ちしてます。ありがとうございました。